ギリギリ一人で持ちたくないでしょ。これはきつい。いや、今までいろいろ 3D プリンター送られてきたけど、このサイズ感は初めて。これって取れてたっけ？危ない危ない。CD らしいですね。すごい存在感。開封がね、大変やったんですよ。大変。今まで我々が使ってきた 3D プリンターとはちょっと格が違うというヘビー級となっております。まあ大きさも価格もヘビー級ですと、けど20数万円するということで、もう新車の原付ぐらいですね。ただでかいだけではないと。は ABS とか PC とかって印刷したことあります？い。ないですね。ないですか？ PLA ばっかり。 PLL ばっかり。 ABS とか PC とかっていうのを印刷するってなると、まあこの印刷スペースの雰囲気温度が結構大事なんですよ。ああ、そうですね。上げる中の温度。そうそうそう、やると反りなく印刷できるんですよ。でカバーがついてると、最初からね。はい、ABS とか PC とか、そりやすいやつもいける。はい、印刷できると。 CD っていうメーカーさんはいはいははほぼカバーリングされてる感い。じそうですね。の最新機種と。最新機種。はへい、で注目していただきたいのはここ XCF プロと。プロや。この CF って CF？ カーボンファイバーでしょ。マジっすか？なんすよ多分ね。多分。はい、こいつの PR ページ見たときに、はいはい、カーボンファイバーを印刷するために生まれたと。なんちゃってカーボンじゃなくて、PLA にカーボン入ってるようなやつやったら、もう正味 PLA じゃないですか。はいはいはい、PC にカーボンが入ってたりとか、はいはい、ナイロンにカーボンが入ってるやつを印刷できるやつ。マジっすか？だからノズルの温度が確か200何十度とかっていうのは PLA とかで割と一般的なんですけど、300度以上いくはず。300度以上300度以上いくために何が必要なのかって言ったら、普通の 3D プリンターってノズル周辺に樹脂部品とかあったりするじゃないですか。あれがまずいんですよ。溶けちゃうとか柔らかくなっちゃうから。そうこれは多分フルメタルのはず。このエクストルーダーが予備っすか？これ予備じゃないんですよ。これはむしろ PLA とか一般的な。温度で違うんですか？温度で違うんですよ。へえ、使い分けて。はい、本当これ PLA 系のやつは真鍮のノズルがついてると。多分これ真鍮じゃないと思う。なんでかっていうとカーボン繊維硬いじゃないですか。真鍮だと削れていくんですよ。どんどん印刷していくと。だから多分ステンレスとかルビーとか焼き入れ鋼とかそういう系のノズルがついてるはず。もうしにくいノズルになってるかもしれないと。まだね見てないですけど、専用のヘッドがついてくる。すごいな。使い分けるんですね、そこでね。使い分けるみたいですね。1個でいいやんって思っちゃいますけどね。ドライボックスこれもついてくると。エンジニアリングプラスチック系ってなんかこう湿気やすいとかっていうのもあるんで、こういうのに入れてやると。乾燥剤が入ってる。ここにセンサー、フィラメント切れのセンサーですね。これ自体に電気的な防湿があるわけではなくて。ではないですね。これを入れて使う。やると全然いいですね。いや、あるだけ非常にいい。それぞれ印刷して立体物を作り合って動画のエンディングでちょっと披露していこうかな。どんな使い勝手だったかとか。ABS、PC、ナイロンあたりになってくると使える範囲が非常に広くなってくると。例えば車の中に使う部品を PLA で印刷して車に置いとくと夏の熱と紫外線でもうダメになっちゃうんですよ。だけど ABS ならいけると、 PC ならいけると、でしかもカーボンも添加できるとってなったらちょっと実用的な強度とか、これからは外で使えるものが外で使える、もう実用的な我々の動画ユーザーは、バイク系の人も多いから思いますので、そこら辺に対応したものができるんじゃないのかなということで、ちょっと2人でねアイディアを練ってやっていくと、そこら辺の材料も踏まえて、だから ABS をやってもいいし、ポリカーボネートをやってもいいし、カーボン添加をやってもいいし、ナイロンをやってもいいと、それぞれやっていくと。初の素材ということで、そうですね、ちょっと楽しみですね。やっていこうと思います。ではいろいろ試していきたいと思います。これケロさんがつけてくれた後付けの温度センサーなんですけど、室温と同じ最初ね20度ぐらいだったんですよ、起動する前は。で起動させて20分ぐらい経ったらもうね40度超えてきて、まだまだね上がっていってる感じなんで、保温能力とかね結構高そうな感じはしますね。やっぱり50デシベルいかないですね。めちゃくちゃ静か。こちら搬入してから久方ぶりに 3D プリンターのレビューするために集まったという感じで、おのおの印刷したという感じでございます。それぞれねちょっと作ったものを紹介していきましょうか。 XCF プロ、いわゆるエンジニアリングプラスチックにちょっと特化したというようなやつで、
いろいろできるだろうということで、普通のいわゆるオープンな 3D プリンターではやりづらい ABS とか PC とか CF とか書いてあるように、カーボン系のフィラメントをちょっと試してみたということで、私 PC フィラメントポリカーボネート、バイクのね、スクリーンとかは PC、ポリカーボネートで成形されてます。もちろん 3D プリンターで成形はしてないですけどね。PC といえば透明なんですけど、ちょっと色付きのやつしか持ってなかったんで、色付きの PC。そして ABS。これは、付属で付いてたナイロンカーボン。そう、PA って何やねんって話なんですけど、ナイロンなんですよ。カーボンが添加されてるやつやっておりました。このカーボンを一番最初に作ったんですよ。PC を作ったんですよ。したら、目詰まりしてノズルが、大変なことになりました。で、調べたところによると、カーボンをやった後に、カーボンが添加されてないフィラメントに移行すると、結構な確率で詰まるという。なので、カーボンの印刷をした後には、コールドプルっていう、掃除が、ノズル内の掃除が必要っていうことを勉強いたしまして、皆さんもね、これに限らずカーボンを印刷した後はコールドプルっていう掃除してから別のフィラメントに移行した方がいいかなと。ナイロンカーボンと PC に関して言えば、冷えた状態であればスッと取れたんですけど、 ABS に関してはバッチバチにひっついてて、冷えてても剥がせない。ピックのりとかを使ったわけではない。まんまの状態、もう一晩冷やされた状態でもうバッチバチ、もうビルドプレートを曲げようが取れない。あんまりスクレーパー使いたくない派なんですよ、傷つくから。でも今度なんとか剥がして、単面っていうか端っこ、薄いところ、ここ薄いんですけど、こっちとかは割れがないのに、これは剥がす時にひっついてて割れましたと。なんで、ABS に関してはちょっと張り付きがすごかったということで、ここら辺はちょっとなんか対策が必要かもしれません。僕はですね、これじゃなくてですね、これはジャイロのクーリングファンなんですよ、純正の。ジャイロってなんですか？ジャイロ X、バイクのクーリングファンを、実は PA12CF で作ってて、もうバイクに取り付けてあるんですよ。で、今走行テスト中で、100キロぐらい走行した感じ、割れとか欠けとかもなくて、熱も全然、熱かかるとかじゃないんで、エンジンの隣ではあるんですけど、全然問題なく、使えてます。純正も欠けちゃったりね、端っことかしてるんですけど、こうなっちゃうぐらいなんで、耐久性のテストを今してるという状況です。もう一個がパチンコですね。強度がある PA12CF を使ってるんで、ものでも全然問題なく発射できる。めっちゃ強いですよこれちょっと合成感あるでしょ、やっぱり。なんていうかな、PLA ガッチガチじゃないですか。なんですけど、ちょっとしなやかさもちょっとあるみたいな感じですね。これを例えばここまで弾いた時に壊れないかどうかは分かんないですけど。壊れないです。弾くだけ弾いてみようか。いいですよ。聞けないわ。腕力からはい。強いでしょ。これは自分でモデリングしたやつですか？そうです。最先端なスリングショット。いや、角が痛いもうちょっとフィレットかけとき。いや、そう思ったんですけど、あえてのね、カクカクデザインで近未来のあえての近未来の逆に昔の削り出しって感じですカーボンにしろ ABS にしろ PC にしろ印刷するのが非常に囲ったりとかして大変なんですけど、すげえイージーですよね。そうですね。あと囲ってて温度どれぐらいいくんかなと思って僕その温度計つけてたんですよ。見てた感じ、ABS はビルドプレートが結構温度高めの設定だったんで、50度ちょい。カーボンとか PC はビルドプレートの温度がちょっと低めっつっても90度やったかな。80とか90とか80とかやったかな。ABS で、庫内の温度50度ぐらいで、こっちは45度ぐらい。ほんで、これ作ったんですよ。何すかそれ？これパルスハンドル置き。CNC の？ CNC の。
リメイクしたんですよ。ちょっと引っかかってたんで引き出しがこうやってガッガッガッって、サポートどうやろうと思って、とりあえず作ってみたんですよ。でここにサポートいるじゃないですか。ここにサポートいるじゃないですか。でサポートどうやろうと思って印刷してみた結果、サポート意外と外しやすい。めちゃくちゃ外しやすかった。外しやすい。いやこれもアンダーあるんで、ここねさっきがっつりついてたんですけど、手でもいいと今ペンチいらんすか。パキパキパキって取れるよね。サポートがガッチガチにひっつくんちゃうかっていう想像があったんですよ。強度が高いっていうから。全然余裕でしたね。もうこれからカーボンで印刷したいなっていう全部ね。フィラメント高いけどね、フィラメントがね多分3倍ぐらいするかな。それぐらい PLA とかと比べたら3倍ぐらいするけど、まあなんせいいと。もう一個僕作ったんですよ。まだあるんですか。はい、結構重たいですよこれ。 3D プリンターで、はい、実は金属も印刷できる嘘です。嘘。はい、ここです。ここ。ああ、取っ手か。取って、この重量結構重たいですよね。これ何キロぐらいやろう。いや、こんなこともあろうかと買ってたんですよ。50キロまで。そのチープなやつで50キロいけるの。いける。20キロや。20キロです。これで耐えてるんですよ。ちなみにインサート入れてます。銅のね、ネジの。ネジの部分。はい、銅のインサート。こちらインサートね。これ M8 のインサート。ここ金色がね、入ってます。これ20キロ。20キロですよ、皆さん。積層方向はまあ当然コースね。そう、強いコース。そうだね。全然取れそうな感じ一切ない。ガタとかもないし。で、まあちょっと重たいんで、あれなんですけど、バキッつって。全然余裕。インフィル 15% か 20% か。で、ウォールをちょっと分厚めにして、強度重視。まあ危ないですからね。強度重視ということでね。これ足に落ちちゃう可能性もあるんでね。まあインフィルよりもやっぱウォールの方が重要なんで、強度を狙おうと思ったら。そうですね。まあ本来はね、取ってこっち向きにつくんですよ。これが純正のやつ。これ純正のやつ。こっち向きにつくんですよ。90度変えた。なんで変えたかっていうと、いわゆるバンドソー的なこういう使い方もできるんですよ。の時に取っ手がこっちにあると使えちゃうと。どういう設計みたいな。純正でそういう設計どういうことみたいな、ここしか使われへんやんってなるわけですよ。この取っ手があることによって。それをこう90度角度変えたと。いうことで、強度があって自由度が高い設計ができるということはいちいち便利。やっぱりね、まだ視聴者の皆さんも 3D プリンターの強度なんか大したことないやろって思われてる方いると思うんですよ。当然。材質によっては全然十分。紫外線にも強い、熱にも強い、強度もあるということで、まあこれはすごいね。すごいね。材料費だけ。そうね、そこネックね。ただ安定感すごい使いやすいんですよ。下手に安いやつ使っていろいろ勉強やってするぐらいやったら、もう買っとけよと、これでいいんちゃうかと。エンクロージャーね、わざわざ自分で自作して、そのね、よく 3D プリンター業界よくある話なんですけど、何かを作りたくて 3D プリンター買ったのに、もう 3D プリンターのカスタムばっかりに時間使ってるみたいな。違いますよねと。買っといて作りたいものを作っていくっていうスタイルにジャストフィットな機体と。時間も限られてるんでね、完成されたやつを使った方が楽。最初から行き着いとったらいいとそうですね。という感じで、とんこつくんのこれのやつを後で映像差し込むとして、まずは純正のクーリングファンから 60g ですね。続いて 3D プリンターで作ったクーリングファン 53g ですね。だいたい 7g の軽量化に成功したといった感じですね。で実はこれ羽の枚数がめちゃくちゃ増えてます。純正の方はですね20枚の羽なんですけど、僕が設計した方は28枚の羽になっているんで、軽量化に加え、空冷効果も期待できるんじゃないかなと思います。はい、というわけで、使い方の方をやっていきたいなと思います。
とりあえず電源を入れていきましょうか。はい。まあ、ここにあるんですよね。なんかパソコンみたいなね電源ボタンがあるんですよ。大体普通のスイッチってスイいうかッチですよね、ねカチカチっていうするやつ。これがね外せる、はい。まあ、ここにマグネットがついてまして、はい外せるという感じで、フィラメントここにありますよね。はい。まあ、こういうスタイルのやつとこういうスタイルのやつ、どっちも純正ですもんね。どっちも純正です。はい。でカーボンのやつはどうも吸湿が結構強いということで、純正の CF プロなんて吸湿しづらいパッケージになってると。まあなんせ箱あるんで純正なんでもちろん静かで、まあ、温度の保温も安定してるし、まあ欠点で言うとでかいでかいでかいんですけど、まあ、これ以上でかくならない。そうですね。3D プリンターってこのぐらいのサイズと見せかけてテーブルがめっちゃ動くから結構スペース食うんですけど、まあ、この範囲で収まってくれてるんで、収まってる。まあ、強いて言うならこの飛び出してるフィラメントこれですですここ頑張ったここすごい頑張って収めたのに、ここ惜しいなってなんかこうカスタマイズしてこっちからこうフィラメントいくようにしたいですね。上にしたい。奥行きはちょっと残念ポイントの、はい、外観に関してはこのフィラメントが後ろに飛び出してるっていうのはね残念ですね。そうですね。悩むところがない。付属のスライサーソフトもそのままでいい。いじる必要ないですもんね。いじる必要がない。例えば強度が必要だからインフィルをちょっと充填率上げるとか、ウォールの幅を、ね、外角の幅を厚くするとかっていうそういう設定はするけれども、ほぼいじらなくていい。穴の精度も割といい。じゃあパネルの方の操作をとんこつくんにやっていってもらおうかなと思うんですが、まず一番最初に思うところとして日本語対応なんですよ。ちょっと翻訳がガバっぽいところもあるっちゃあるけど、日本語で対応しているということで、僕が使ってるやつで日本語対応多分ないんですよ。そうなんですか。多分まあ多分ほぼ英語。まあ英語でもいけるからね。英語でもいけるんですけど、あ、日本語やっていうところで新鮮な驚きがあったという点で、まあ、そういった意味でも初心者向け、値段が初心者向けじゃないことを除けばほぼ全部初心者向け。そうですね。でやりたいことっていうのは上級者までカバーしているということで、安く済ませる以外に目的はないっていう人以外にはおすすめできる。じゃあちょっと操作も、これは他にはないというところでびっくりしたのが、印刷前のしたら出るじゃないですか。あれちょっとプリントのそのね、G コードを選ぶと、何かあったっけ。僕のさっき作ったこれとか、すごないこれめっちゃいいっすよね。すごい。3D プリンターやってる人やったら分かると思うんですけど、SD カードとか USB とかにデータ入れてで差し込んでやるんですけど、名前なんて保存したっけってなるんですよ。ほんでその USB カードにも何十とデータが入ってて、どれやったっけってなるんですけど、映像で教えてくれる。 3D モデル出てくれてるんでね、間違いようがないですもんね。間違いようがない。これで問題ないわっていけるっていうところで、ここでもやっぱり初心者から上級者までカバーしてるという、これはね本当にすごいいいですよね。めちゃくちゃいい。他ないですよね。ない。どうやって出してんの。どうやって出してるの。 G コードしか入ってへんのに。そう。もしかしたら付属のスライサーで作ったデータはこうなるかもしれないですね。なるほど。他のスライサーのデータ入れたらどうなるかは分かんないけど、すごいですよね。すごい。でも当然 Wi-Fi がついてるんで、ネットワーク経由で送れる。ちょっとね時間かかってるところありましたよね。ありました。データが多いと。これ起動ができるんで、スタートが、パソコン経由から。家で何かしらでネットワークつないで Wi-Fi でまず G コードを送って、そのままスタートが押せるんで、安全確認はちゃんとしないといけないですけど、リモートで操作することは可能でした。ここにはカメラは搭載されてないけど、自分でね、カメラを設置してというのはできるんで、僕もこれ印刷してる間カメラ向けてたんで、レベリングもねちょっとね初心者に向けてねちょっと優しいんですよね。平準化ってやつね。これを押したら、この平準化とかっていうワードがちょっと普通にレベリングとかの方がいいかなと。平準、まあいいんですけど、なんとなくわかると思う。でクイックレベリングか、普通のレベリングってなんやねんって感じですけどね普通知らん人からしたら普通ってなんやねんってなるけど、普通ってなんやねん。パパってやっちゃう方と、結構時間かけてしっかりやる方と、推奨って書いてるんでクイックの方でクイックでやって、ノズルのね掃除、ノズルの、状態確認して、で、実際これやっていくと、次の、やり方こうやでみたいなガイダンスが出ると。
割と最初にマニュアルを見てやっとけばその後2回目以降は忘れてても意外といけるっていう。そうですね。はい、こんな感じで次のね操作を指示してくれると、はい、シートで高さ調整して何やってくれと、でそれで OK だよってなったら次に行くと、で今ポイントを検出してますと、めちゃくちゃ使い勝手がいい、っていう感じでこう測定結果も表示されると。そうこれないと思う。ないよね。今まで使ったやつで多分ない。今までのやつは勝手に測定して勝手に補正値入れてるんですよ、で合ってんのかみたいな感じ。本当にできてんのかみたいなねこれは結果を表示すると、いちいち高級ですよ本当に。もう終わりですねこれで。はい、準備段階で手間取ることがない。強いて言うならばパッケージを生かすために庫内を温めたいので、その待ち時間はありますね。30度以上上がってから印刷開始したいなみたいな感覚だと思うんですよ、我々の感じだと。なんでまあ30分とか予熱してる感じですね、ビルドプレートとか。そうですね。まあ余熱は余熱でメニューあるんで余熱、はい、でその間になんか他の作業やって、まず余熱、はい、そしてモデルの準備、スライサーの設定みたいな。あとまあフレーム、このカバーがあることによってちょっと見えないですけど、フレームが非常に頑強な感じですね。柱が4本と、あとリニアガイドが入ってるやつで6本ぐらい柱があって、かなり頑強。送りネジ、Z 軸の送りネジも左右に1本ずつあって計2本、たわみが少ないタイプですね。安定という形といえばこれっていう感じの。まあ今回の動画だけで魅力を全て伝えれるとは正直思わないぐらいスペックが高い、フィラメントの物性を使いこなしてこそみたいなやつなんですよ。難しいフィラメントを簡単に印刷できるパッケージとしてはもう完成されてると言っても過言ではない。なんか工夫する必要ないですよね、結局のところ使いこなしレベルっていうのはどんな設計をするのか、どんな用途に使うのかっていうところだと思うんで、今後工房においてジグとか、ジグいいですね、はい、バイク部品とか、バイク部品なんかは PLA とかで作れなかったんですよね、正直ね。絶対無理ですね。環境的に絶対無理だったんで、最低でも ABS とか PC とかが必要だったんですが、 ABS とか PC ですら結構大変だったのが、こいつのおかげで ABS でも PC でもナイロンカーボンでも、もしくは PC カーボンっていうのもある。ポリカ系のカーボン、はい、こいつにカーボンを添加したやつっていうのもあるんで強そうな、はい、PC も強いですからね。なんで、今後の動画でいろいろ作れるんじゃないのかなと、実践編。全然 PLA でも使える領域っていうのはあったけども、それよりもさらに広い領域がこいつによって生み出されるであろうということで、ぜひチャンネル登録してお待ちください。グッドボタンもよろしくお願いします。コメントもお願いします。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。